東京1、成田空港から東京駅、羽田空港まで。東京へ行く場合、まず行くところは成田空港か羽田空港。新幹線なら東京駅でしょう。成田空港は東京ではなく千葉県にあります。羽田空港は東京都内ですが、神奈川県に近いところにあります。成田空港から羽田空港へ移動する場合、電車で2時間以上かかります。この動画では、このルートに沿って地図上ですぐ見つけられる観光地をいくつか紹介します。Google マップなどで探してみてください。まず、成田空港から京成線に沿って左へ行って浅草寺を探してみましょう。江戸川と荒川、隅田川を越えて台東区に入ったところにあります。電車で1時間半くらいです。浅草寺の訓読み、浅草がこの町の名前です。この辺りは昔から遊郭や芝居小屋が多く、園芸の町として知られています。また、夏に行われる隅田川花火大会も有名です。浅草寺から仲見世通りを下へ行くと、雷門があります。雷門から少し右へ行くと、東京スカイツリーがあります。浅草からまっすぐ左へ行くと上野駅があります。その左には大きい緑の上野公園がありますから、すぐ見つけられるでしょう。上野公園には美術館や博物館がたくさんあって、動物園もあります。左下の不忍池には野外ステージもあります。芸術や文化を楽しむエリアです。また、桜の季節には大勢の花見客が集まることでも有名です。もともとここは徳川将軍家の菩提寺があった場所で、幕末にはここで上野戦争がありました。上野駅と上野公園の間を線路沿いに下へ行くと、飴屋横丁があります。ここは戦後の闇市がルーツの商店街で、レトロで雑多な雰囲気が人気です。飴屋横丁をまっすぐ下へ行くと秋葉原があります。秋葉原は電気街として有名です。電気製品の専門店や中古屋が多く、パソコンやゲームのマニアが集まる街です。そこからゲームだけではなく、サブカルチャーを広く扱う店が増えて、メイド喫茶などでも有名になりました。今ではサブカルチャーの街としてもよく知られています。秋葉原駅からまた線路沿いに下へ行くと、東京駅があります。こちらも左に大きな緑地、皇居があるのですぐにわかるでしょう。東京駅は赤レンガ造りのとても美しい駅です。皇居は江戸時代には江戸城があって、徳川将軍が住んでいました。地図で見ると内堀の形がよくわかります。また、秋葉原駅の下を通って海へ出る神田川は、人工的に流れを変えた江戸城の外堀の一部でした。皇居の下には国会議事堂や高等裁判所があります。東京駅から太い線路に沿って下へ行くと、有楽町駅と新橋駅があります。この辺りの右側が銀座です。有名デパートや世界的な高級店が並ぶエリアです。
新橋の下、浜松町からモノレールに乗ると20分くらいで羽田空港に着きます。浜松町駅から左へ行くと芝公園があります。芝公園の左に東京タワーがあります。浜松町駅から右下へ行くとお台場があります。実際に行く場合は一つ前の新橋駅からゆりかもめに乗ると便利です。お台場は東京湾の埋め立て地です。レインボーブリッジや大きな観覧車、実物大のガンダム、フランス政府に許可されて作ったフランス製の自由の女神像など、写真を撮りたくなるものがたくさんあります。面白い形をしたテレビ局の建物もお台場のランドマークの一つです。お台場まで行ったらもう少し下へ行ってください。すぐ羽田空港を見つけることができるでしょう。2021年現在、新型コロナウイルスの流行が続いて、海外旅行に行くことが難しくなっています。しかし、地図アプリの航空写真やストリートビューを見るだけでも楽しいものです。ぜひ実際に地図で探して楽しんでみてください。